私はコートの袖口に垂れてた糸くずをちぎった。家出したんだ。もう家には帰ることなんかない。東京駅に着いた。性別女、17歳。ただのガキ、それが私。大きなバッグはたった今旅行先から帰ってきてクタクタなんだっていう芝居をして運んだつもり。銀座まで歩いた。クリスマス前の銀座の街を歩いた。夜の街はクリスマスのネオンで輝いていた。女の子はみんな私よりいい服を着てかっこよく歩いていた。私の家には私の父と母、それに妹のゆかがいた。ごちそうさまでした。はい。ごちそうさま。はい。のりこ食べなさいよ。お姉ちゃんは何か問題があると前に進めなくなる。私は17で高校2年生だった。大学進学に関してはいつも父と喧嘩していた。父は地元の大学に通うべきだという。私は地元の大学生のダサさをよく知っていた。この中には私の恋人も友人もいないことが分かっていた。そう言うけどね。父はみかんの皮を剥き終わると丁寧に折りたたんで灰皿に捨てる。東京行ったってさ、つまんない男ばっかりだよ。それにの後に付け足したい言葉を濁した。分かっている。いとこのことだ。さとちゃんもけいちゃんも東京の大学に在学中妊娠してしまった。お久しぶりです。お父さん、さとちゃん、けいちゃん来ましたけど、お父さん。女の子が東京に出ると妊娠してしまうんだよって父は言いたかったのだ。女の子の一人暮らしなんてね。男問題、男問題。太鼓。父がきれいに折りたたんだみかんの皮が灰皿の中でゆっくり元の形に戻っていくのを見ていた。みかん、みかん、みかん。オレンジ色のみかんちゃん。みかんちゃんって友達がいたよな。小学校の時。通学路も一緒だった。みかんちゃんはほっぺがいつもみかん色だったからみかんちゃんって言われているんだと思っていた。つい最近までは。でも実際は違った。あの日妹のゆかと歩いていたら女の人から大きな声で呼び止められた。こんにちは。やっぱりそうだ。のりっぺでしょ。わかんない。私みかん。最初は誰だかわからなかった。それが17歳のみかんちゃん。どうしてるのりっぺ。私のことのりっぺなんてもう誰も言ってない。私の名前は島原のり子だ。これどこの制服だかわかる？全然わからなかった。わかんないよね。そりゃそうだ。だってこれコスプレだもん。私ね、中学卒業してから普通にみかんちゃんの着ていた制服はコスプレだった。で
みかんちゃんは中学校を卒業した後、職を転々とした後、地元のイメクラで働き出したのだ。お店のティッシュ配りしてたの。はいどうぞ。知ってるよ、これ制服女学校でしょ。店の名前。いつもティッシュもらうから。私今そこに通ってんの。でここ通学路。その日、初めてみかんちゃんの名前の由来を知った。じゃあ皆さん尊敬する人は？小学校2年生の時、彼女は担任の先生に尊敬する人はと聞かれ、それでみかんちゃんって呼ばれるようになったの。知らなかった？全然。なんでそう答えたのか自分でもよく覚えてないんだけど、そんなに好きだったのかなみかん。大きな声で笑うみかんちゃんは幸せそうだった。あ、私仕事あるからもう行くね。また会おうね。こちら妹さん。こんにちは。じゃあね、またね。今でもみかんは大好きだい。みかんちゃんは手を振って街中に消えていった。帰り道、妹のゆかと自分たちは本当にこれでいいのかって話し込んでしまった。私はみかんちゃんが社会に出て働いていることがショックだった。みかんちゃんは偉いよ。ちゃんと自分の力で生きてる。私は自分の力で生きてるよ。ゆかにはまだわかんないよ。何が？女としての生き方かな。みかんちゃんは生きてる。高校で授業をサボっては図書室で OL が読みそうな小説を読んでいるだけの私としては、みかんちゃんの大きな声が耳にこびりついて離れなかった。バカ。ゆかは私をバカってだって彼女は風俗嬢よ。姉さん自分の女っぽいところが大嫌いっていつも言ってるじゃん。男になりたいって。私が言いたいのは彼女が大人だっていうことよ。それを言うなら父さんだってさ、姉さんにいつも言ってるよね。早く大人になりなさいって。じゃあ先行くね。大人。父も大人。父の職業は新聞記者。東海ビビ新聞っていう地元の人たちのためだけの新聞。他国で戦争が起きても大地震が起きても、おーいおーいこっちだよー。鹿ですかこれ？そうです。やれのじかが田んぼを荒らしただの。でも今日空も青いですね。ああいいね、もう一枚ね。商店街が大晦日前に活況を呈しただの。ああいいですね。いいですね。お願いします。見てくださいこちら。ああいいですね。ほのぼのした記事ばっか取材してる。父さんはこの町を愛してる。そんな父が好きであるとも嫌いであるとも言えないけども、お前もゆかも。私が小中高を通しずっと広報部をしてきたのも父の影響であることは間違いない。広報部の主な仕事は月に一度の学校新聞の発行。私はそこの編集長でいつも校内を走り回っていた。情報通信室を開放しましょよろしくお願いいたします。こちら新入社員の町田裕二と申します。町田です。父の新聞が地元の名士たちにこびへつらっていると思っていた私としては、校長や担任の出す新しい規則に対してアンチテーゼを掲げることで父に反抗していたつもり。太宰治の代表作である人間資格、この他にも、例えば情報教室の25台あるパソコンをもっと生徒に開放すべきだとか。はい、島原君。そのパソコンの使用時間に関してなんですけれども、いつも混んでて順番待ちしてます。でその使用時間が増えればみんながもっとパソコンを活用して
いろんな情報が得られると思うんですけれども、もっと開かれた学校にしなくちゃと思うんですよ。で、そう言われてもね。やっぱりパソコンを開放することでもっといろんな情報。私の家にはパソコンが1台しかなかった。当然私の持ち時間は少ない。パソコンまだダメだぞ。そうだな、あと2時間ぐらい使うな。今日楽しかったな。また行こうな、みんなでシャボテン公園。パソコン使えなくて怒ってるのりっこスクープ。もう一枚。ほら、2人ともここで写真撮ってじゃん。すいません。いいですか。すいません。すいません。すいません。はい、はい、お願いします。向こう行こうか。私はこの片田舎でくすぶる一人の17歳の女の子として、全国の見知らぬ17歳の女の子ともっと対話したかったから、パソコンを使える時間がもっと増えればいいと思っていた。こことは全然違うところに行ってやる。ここから抜け出してやる。何それ。絶対に言ってやる。おかしい？もう先行くよ。こことは全然違うところへ行きたかった。でもそれがわからない。わからなかった。どこなんだろう。意地っ張り、おっちょこちょい、へそ曲がり、がむしゃら。私は戦う。私は前進する。あいつって言われても。そういう要求を何度か繰り返し、ついに夕方5時までパソコン使用が許可されたのだ。のりこか、なんとかなりそうだぞ。本当ですか？じゃあもう今日から使ってもいいんですか？いいよ。当然私にはお気に入りのサイトがあった。名前は奇妙だけど廃墟 .com っていうサイト。16、17の子が受験やら人生やらについて語り合っていた。私はすぐにそこの馴染みのメンバーになった。私のハンドルネームはみつこ。フランスの香水の名前。のりこからみつこに変わると、私はもう田舎のガキっぽい女の子じゃなくなる。そこで出会えた人たち。俳人5号さん。俳人5号さん、こんにちは、みつこです。六六尾さん、こんにちは。深夜さん、こんにちは。結界ダムさん、こんにちは。そして上野駅54さん、上野駅54さん、こんにちは。みんなが上野駅さんの方を見る。上野駅さんが来るとバラバラだった私たちが一つになる。そんな気がした。まるでピンと張ったギターの弦の上に立っている感じ。みんなが集まって会話が始まる。モールス信号みたいな会話。今私は歩いている。一本のピンと張った弦の上を、私は今その上にいるんだ。嬉しかった。みんな私のベストフレンド。こんなに語り合える同年代の子がいることが驚きだった。東京の女の子だった。やっぱり東京に行きたいと思った。しかしな、のりこはまだその上野さんに会ったわけじゃないじゃないか。私は大学に妊娠しに行くわけではなくって、もっと分かり合える友達に出会いたいのだと、そう言おうとしたら、停電です。しました。停電。はっきり言って実家は老朽化が進んでいる。ブレーカーはこの季節になるとよく落ちるのだ。
誰も停電とは思わない。母がゆっくりと立ち上がった。またブレーカー落ちたみたいね。ゆかが部屋から出てきて大声を出した。早くつけてよ、お父さん。妙子大丈夫？ブレーカー上げても反応ないわ。2001年12月10日、私は豊川市に17年間暮らし続けてきた。夜だから寒いのか、冬だから寒いのか、それとも私の取った行動が寒いのか、なんだかよくわからなかった。停電の間に私は荷物をまとめていた。東京、東京、東京、東京に何があるのか、そんなことは知らないしわからない。全然知らない場所、そこにかけた。気持ちをかけるしかなかった。私は急いで荷物をまとめた。部屋の中の大事なもの、日記帳、貯金、ネックレス、一番気に入ってる服、どうしても忘れてはいけないものを探した。どうしても忘れてはいけないものってなんだろう。それってなんだろう。私は息をするために生まれたんだ。生まれたから息をしてるんじゃない。今息をしてた。酸素を吸って二酸化炭素を吐いている。とてもリアルだった。こことは全然違うところへ行きたかった。でもそれがわからない。わからなかった。どこなんだろう。性別、女、17歳、おっちょこちょい、意地っ張り、へそ曲がり、ただのガキ。それが私。そういえば私は処女だ。男と付き合ったことなんてない。全部心配。何もかも心配。心配だった。でもその心配が愛おしかった。男も人生も恋愛も大人になることも心配。何もかもリアルじゃなかった。生きてること自体がリアルじゃなかった。正面からぶつかるものが何一つなかった。全然違う場所に何があるのか、それが見たかった。生きたかった。人見たかった。欲しかった。忘れたかった。覚えたかった。知りたかった。聞きたかった。見たかった。見つめたかった。知りたかった。聞きたかった。聞いてみたかった。言ってみたかった。会ってみたかった。自分をそこに置いてみたかった。自分の心で立ってみたかった。自分の足で歩いてみたかった。上野駅54さんと話がしたかった。だからすぐに廃墟 .com を開いた。廃墟 .com に行けば上野駅54さんに会えるはずだ。www. 廃墟 .com。 サイトが開く。すぐに掲示板に移った。上野駅54さん、見ていますか？みつこです。私はついに家出をして東京に出てきてしまいました。今ネットカフェからこれを打っています。今夜はどこか安い宿を探してバタンキューします。もしよろしければ明日どこかでお会いできないものでしょうか。私は明日もずっと暇です。もしかするとずっと暇かもしれません。今までだって忙しいふりをしてきただけで裸になったみたい。暇じゃない人ってのが服を着てるとすれば、私みたいに完全に暇をもらった人って全裸って感じ。裸で街を歩いているみたい。だから少し恥ずかしいんです。今日初めて自分が処女であることを自覚しました。もしかするとそれはすっぱだかで往来を通行したせいなのかもしれません。普通の女の子みたいなこと書いちゃったよ。上野駅さんをがっかりさせちゃったかも。
上野駅54さんとの出会いは今年の夏頃だ。上野駅54さんは私がこのサイトを知るずっと以前からの住人で、いわばここの長みたいな人だった。全国から来る悲鳴にも似た女子高生の言葉に今節丁寧に答えてあげる姉子だった。こんにちは、みつこです。私はそれに負けまいと思い、美津子という架空の女の子を必死に演じただけだったのだということに今になって気づいた。しかし現実の典子は現実の上野駅54さんと果たして出会えるのかどうか。私は美津子じゃない。簡単なこと、そんな簡単なことに今気づいた。私は明日彼女に会えるのか。会えそうもない。すぐに上野駅54さんからの返信が届いた。上野駅。明日上野駅54で待っています。午前11時。私はすぐに上野へ向かった。夜の上野は銀座に比べると恐ろしくどんよりしていた。私は布団に入り目覚ましをセットした。午前9時。上野駅54さんに会う前に2時間は必要だと思った。心の準備、朝食、メイク、いえ、心の準備だけ。闇に消えていく私。でも私の中に目がある。眠っていく私の中に明日育つ芽がある。昨日は何の夢も見なかった。でも今が夢だからまだ夢の中にいる不思議な気分。自分にこんなことができたなんて嬉しい。私は美津子。朝コートを着る前にもう一回コートの袖口に垂れ下がる糸を引きちぎった。私は家出をしたんだ。糸くずを過去に捨てた。上野駅54ってなんだ。54って数字の意味が全然分かっていないのだ。上野駅54って何ですか。聞いたことないです。54番なんですか。知らないです。約束の時間まであとわずかだ。駅構内を歩き回る。こんなことならもう一泊取って荷物だけはあのホテルに置いてくるべきだったな。133、90、84、79、78、
すぐそばに。54。早く行こ上野駅54さんですか。みつこさん。見てください。ここです。ここから普通の女子高生たち54人が悩みすらも笑い話に変えてしまう元気な女の子だからこそ。最近の女子高生は何を考えてるんですか。内側の自分を隠し通すことが巧妙なんです。その後の警察発表で分かったことは以下のことです。54人の女子の着ていた制服はここで現場に当日居合わせた人の話です。遺書が一方も存在しない。本当に普通の女の子だったよ。これは事故です。事件です。これは理解します。54人の女子の着ていた制服は同じ学校の制服ではない。遺書が一通も存在しない。あまりにも悲惨な現場です。ホーム一面の血があまりにも悲惨な現場です。ホーム一面の血が全くおびただしく書かれてまして。はしゃぎたかった。この教室にいつもいっぱいいる同級生みたいにはしゃぎたかった。同世代の女の子みたいにはしゃぎたかった。でっかい大声で笑いながらはしゃぎたかった。私は泣くのが嫌い。私は泣きたくない。優香、危ねえ、降りろよ。死ぬと思ったはしゃいでみる。死のうと思ったことある？ねえよ。私のお姉ちゃんさ、死んだんじゃないかと思って。はしゃいでみた。ほら、この前東京ですっごい集団自殺があったじゃん。新宿駅のやつ？あれ身元不明の子かなりいるっていう話でしょ。いまだに肉と肉を分別中だって言うじゃん。54人だよ。手に手を取ってはしゃぐのは嫌い。お前楽しそうに喋んな。だってすっごい楽しそうにしてたんでしょ。仕方なかった。あの中に姉さんがいるんじゃないかな。お前の姉さんは家出だよ、どうせ。男と駆け落ち。そうかな。家出かな。家出だよ。家出か。自分の姉貴が死んだ方がいいのかよ。お姉ちゃん、分かってるよ。知ってるよ、全部。お姉ちゃんはどこかに生きてる。お姉ちゃんの鼓動が聞こえる。どうやって新宿駅に集合できたかわかる？私知ってる。何？秘密。秘密？私知ってるんだ。おい、おい、ゆうか、教えろよ。おい、ゆうか、ちょっと待てよ。教えろ、ゆうか。ちょっとこれ見て。なんだよ。あのね、赤い丸が女で白い丸が男の数なの。やめなさい。分かったよ。で、何？これ実は例のプラットフォームの事件の前夜、赤い丸が54増えてたの。予告よ、予告。予告？予告って自殺の？そう、テロかもよ。おい、なんか変なの出てきたぞ。私は私と関係してるかな、お姉ちゃん。上野駅54さん。みつこさん。
はじめまして、私久美子。よろしく。はじめまして。こちら私の父。久美子の父です。はじめまして。こちら私の母。久美子の母でございます。久美子の弟です。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか、光子さん。私は今これを2001年12月に書いている。ゆか、聞いてる？私はあの日午前中から生理の予感がして始終腹をさすっていた。豊川に残してきたゆかのことを思った。心配してるだろうかって。当然だろう、のりこ姉貴よ。ゆかの声がした。白いワゴンに乗って上野さん一家が向かった先はおばあちゃんのお宅だったよ、ゆか。玄関先に飛び出してきたおばあちゃんを久美子さんの弟さんが抱擁。久美子さんのご両親も同じように涙流さんばかりの抱擁。おばあちゃんはおかげで大感激。最後に久美子さんが「ただいまおばあちゃん」とつぶやいた。おばあちゃんは感極まり泣き出した。ところでゆかはこの文章を送ったら何と思うだろうか。最近廃墟 .com にゆかの書き込みを見かける気がする。陽子っていう女の子、ゆかっぽい。陽子ってゆかじゃない？バイバイ。待て、おい、待てって。私が何をしてきたかを知ってまず最初に何を感じるだろうか。ゆかが陽子ってネームでやってるこのサイトの住人の全員と私は大親友。びっくりしたゆか。ねえ、ゆかがこのサイトに来ているのは確実だから昔ほどには冷たくあしらったりはしないよね。理解するよね。ねえゆか。ところでゆかはゆかと関係してる？上野駅54さんについては以前書いたよね、ゆか。上野駅コインロッカー54番さん。なぜ彼女がそんなハンドルネームで掲示板に書き出したのか。私の人生すべてがそこから始まったと思っている。毎晩8時にここへやってきて中を確かめるの。このオルゴールはね、私が6歳の時のクリスマスに父からプレゼントされたもの。久美子さんの持ち物なんか一つもないかもしれない。のために入院した病院に通った時に来たもの。あ、かわいい。本当？このハーモニカはね、彼女はそれらの落とし物、遺品、ガラクタなどに名前をつけて自分だけの歴史を付加させ、自分の過去に何らかの関係があった思い出の品に変えてきた。長靴はね、私が初めてお母さんにねだって買ってもらったもの。でもなかなか雨って降らないの。だから晴れの日まで入っちゃった。正確に言うと彼女には本当の思い出なんてない。彼女にとって思い出なんてクソったれだ。光子さんも何か思い出入れる？私は。 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 あ、 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 あ、私
私は久美子さんが私の前に現れた時から私と同じ匂いがすると思っていた。同じ匂い。それは過去を捏造し新しい女として生まれ変わったサイン。私は典子を捨て光子に生まれ変わり新しい自分を作った。何これ？光子のへその思い通りに心に描いた通りの自分が夢見た自分になっていた。私も久美子さんも。ここね。それは全部私たちの素敵な作り話。ゆか、素敵でしょ？行きましょう。あ、うん。甘夏はだいぶいいと思いますが。なんかヒヨドリとカラスの被害があるみたいですよね。テスさん、写真お願いします。お願いします。なんかあちらの方が。私は決心した。ゆかから陽子になろう。私は私の関係者になろう。部屋にサインを残した。お父さん、気づくかな？お願いします。お願いします。お願いします。ラジオみたいに聞こえる。まるでスイッチを消しても消えないラジオみたいに聞こえてくるお姉ちゃんの声。妙子、父は私までもが姉と同様のアクションを起こしたことに強い衝撃を受けた。どこ行った？父が2人の娘の残したパソコンの履歴やメモやノート等をくまなく調べ上げ始めたのは私が失踪した1ヶ月後のことだった。私の家出の翌朝、すぐさま編集長を辞めた。この度私辞めます。その後数週間、2人の消息を探る日々を送ったが、結局彼が理解できたのは典子とゆかを何一つ理解していなかったということだけだった。彼はまず彼女たちの部屋をくまなく洗った。彼女たちの爪痕の残る部屋を見つめ、とここまで書いて私はペンを置いた。授業中だった。私は考えていた。もしも私がお姉ちゃんと同じようにいなくなったら、父鉄三はどうするだろうか。どんなアクションを起こすだろうか。考えてみたかった。父はどこから私たちのことを知るだろうか。
私が部屋に貼ったあのアイドルポスター、そうだ、あの裏に書いた秘密の暗号。父鉄三は偶然そこに何か書いてあるのを発見する。ゆかの字だと思う鉄三。1ヶ月過ぎるうちに鉄三の妻妙子も彼の作業を手伝うようになっていた。のりこの部屋とゆかの部屋に交代で出入りするうちに少しずつ情報を手に入れていった。パソコンに残る2人の履歴、足跡を丹念に書き写す鉄三妙子。1、のりこは上野駅54という女性と交際している。2、上野駅54とはコインロッカーの番号のことである。新聞記者としての勘が情報を手繰り寄せていく。鉄三は取材を進めるうちに次第に妻に対して思っている全てを言うことを迷い始めた。どうしたの？いや、俺は宇宙人の基地がどこにあるか分かったと言っているようなものだと思った。ゆかやのりこは宇宙人に誘拐されたんだというようなものだとも思った。しかしこれが事実だとしたら妙子には絶対言えないだろう。そして今確信に変わりつつあるこの憶測が彼の手に負えるものではないことも妻に言えない理由の一つだった。彼はひるんでいた。とてつもなく巨大なマグマがそこにある。それはもしも妻に言ったところで笑い飛ばされるかもしれないような内容だった。自殺クラブは存在する。スポーツ新聞の見出しは偶然にも鉄三の結論と全く一致していた。確信していた。自殺クラブの存在を。豊川市という楽園に引っ越してきて以来、ここを世界のあらゆる犯罪と手を切った場所であるかのように見せかけていた。じゃあこの椅子持って。しかし薄っぺらだった豊川市が血を流している立体となった。自殺クラブが彼を問い詰めてきたのだ。鉄三よ、お前とお前の関係を述べよ。お前とお前の家族の関係を述べてみろ。お前とお前の関係を述べろ。述べてみやがれ。そう自殺クラブは言っているのだと思った。2002年12月11日、鉄三は3ヶ月の徹底した取材を経て、いくつかの確信をノートに箇条書きに書いた。1、自殺クラブは存在する。2、廃墟 .com によってメンバーが集まる。3、画面上に現れる白玉と赤玉の数は自殺者の総数であり、白が男の自殺者の数、赤が女の自殺者の数である。私は何を書いているんだろう。みかんちゃん、どこ行った？知らない。どうぞ。続けよう。ラストシーンだ。問題はここからなのだ。何がこのマグマを動かす力なのか。おそらく、と鉄三は思い首を振る。俺はオカルト好きではない。新聞記者なのだ。分かったことだけを書いていくのだ。筆圧が次第に強くなる。ページをめくると、さっき書いた言葉が白紙に凸凹を残していた。もしも、と鉄三は思う。いや、私は思った。このメモを破り、
ポケットに忍ばせ、東京に出かけ、行方不明になってしまったとする。誰がこの白紙に浮かんだ凸凹を鉛筆でこすってあぶり出してくれるだろうか。この世の恐ろしい秘密を、私が姉の心をあぶり出したように、父はたどり着けるだろうか。誰もこの凸凹を気にかけはしまい。一家が丸ごといなくなる事件だってあるじゃないか。よくある事件だ。豊川は今日もとってもいい天気だった。それは私がこの町で見た最後の海。それは私がこの町で見た最後の夕日だった。どうしたの？生理痛？上野駅久美子。上野駅でもいいのよ。本名ですか？おばあちゃん。じゃじゃじゃん。初日、私たちが出会ったあの日、久美子さんのおばあちゃんの家に行った。おばあちゃん、僕今度小学校卒業するんだよ。へえ、それよかったな。へばほれ、お祝いこう買ってあげねばな。よかったわね。私は久美子ファミリーと何ら関係がないのにそこにいた。でもなんかあったかい。こんなにあったかい家族を見られて嬉しかった。こんなに幸福な家族を見られて嬉しかった。完璧な幸福の家族を見た気分。最高。私は豊川市豊川中町に生まれ、島原紀子として島原家に17年間暮らしてきた。それはどこかよそよそしい、関係のないのかあるのか分かんない家族の集まりだったけれど、ここにあるのは本当の家族のつながりが太いパイプのように連結された幸せの動脈管みたいな関係でできている家族だと思った。私もこのファミリーの一員になりたいと心の底から思った。おばあちゃんの家を出た。思いっきり手を振って別れを惜しんで、私たちを乗せた白いワゴンは次のおばあちゃんの家へと向かった。みつこさんも早く降りて。はい。次のおばあちゃんもまたさっきと同様、私たちを心底温かく迎え入れてくれた。おばあちゃん、大きくなって家族の挨拶がいっぱい聞こえた。私は不思議と動揺していなかった。さっきと全く変わらない会話が続いた。おばあちゃん、クラスメートのみつこさん。こんにちは。やったね。よかったわね。弟らしい弟。世界中の誰よりも弟らしい弟。久美子さんはお姉さん。台所に行き母を助ける。
お姉さんらしいお姉さんと母親らしい母親。久美子さんの父親はおばあちゃんの肩たたきをしている。世界中のどこを探してもこんなに家族らしい家族がいる。美智子さん、ゆっくりしてらしてね。はい。おばあちゃんが私のことを美津子と呼ぶ。私は美津子としてファミリーに迎え入れられ夕食をとっている。家族との関係というより、私たち一人一人が自分ときちんと関係していることが大事なんだよ、ゆか。おばあちゃんも食べてください。私は私と関係している、ゆか。私は私の関係者だ、ゆか。おいしい。私は美津子。久美子さんファミリーは一人一人が自分自身と関係してるんだ。次は美子さん5分遅れてきてね。おじいちゃん。すいません。美津子、遅いじゃないか。何やってたの？美津子。早く入りなさい。おじいちゃんに顔を見せて。早く。じゃあ。こっち手を取って。美津子が来たよ。おじいちゃん。こっちに。すごい。こっち。こっちへもっと顔を寄せて。こっち。しーちゃん。こっちもっと顔を寄せて。おじいちゃん。いや。この新任の子、筋いいね。よかったね。褒められたよ。合格だよ。こうやってね、客に合わせて歯ブラシも歯磨き粉も変えるの。美津子さんも選んで。あ、はい。じゃあこれで。買ってた？素敵な話すると目が覚めるんだよね。あとはね、昔話。何？コインロッカーで生まれた子がいたの。コインロッカーで生ま
生まれた子？何年か後かにその女の子が大きくなって本当のお母さんっていう人が会いに来たの。会う？会いたくない。でも会ったの。なんで？知らない。でもね、あんまりにも芝居ができてなくて、素人すぎてどうでもよくなっちゃって。あるところに、お父さんとお母さんとそして2人の娘がいました。その家族は一見とても幸せそうに見えました。だけど本当は賢くって礼儀正しくって秩序を守るお母さん、お父さんもきちんと会社に行く人です。でもね娘をきちんと見ようとしませんでした。娘に一つの人格があるということを彼は知りませんでした。だから娘は出てっちゃうんだよね。東京都杉並区、初めて歩く街。猫が多かった。路地裏を静脈を流れる血みたいに野良猫たちが往来している。野良猫はね、会ったその日に家族を決めるのよ。野良猫は何の取り決めもしないの。彼女たちがこの街を飼ってるのよ。決して捨てられた猫なんかじゃないの。野良猫の関係性でしか人間の関係なんて成立しないんだよ。私たちが東京を飼ってんの。東京か。なんかすごい。私は彼女の手で口に放られたガムを噛みしだくのに夢中だった。そうだ、私たちが東京を飼っている。男が出てくる。中年の男。髪なんかだらしなく伸び放題。武将髭。お前なんだその格好は。入れ。私たちは中に入った。武将髭のその男の家に入った時、何の役割をするのか全然分かっていなかった。でもいい。久美子さんの言う通りにしていれば OK なんだ。こっち来い。渡り廊下を歩く。仏壇が見えた。大きな仏壇にはたくさんの位牌が並んでいた。写真があった。多分この人の家族の写真だろう。居間に通され、私たちは命令されるままに従った。座れ！父は
タバコに火をつけた。私はこの男を父だと直感した。久美子さんを見た。少し反省している彼女の顔はとてもチャーミング。目を伏せて長いまつげの下に光るものがある。泣くなバカモン。だってお父さん、私だってもう大人なのよ。好きなようにさせてよ。私の番だ。お父さんが私を見る。潤んだ瞳。父が愛おしかった。私は父の娘だった。父は寂しがり屋で意固地だった。突然忘れかけていた東海ビビ新聞のトップ一面が目の前に現れた。スクープ。お父さんは寂しい。いいえ、そんなことはない。そんなお父さんはいなかった。私は目の前にいる本物の父を睨みつける。父さんは父はしょげていた。父さんはな、お前たちがいなくなってからずっとお前たちのことを考えてたんだ。片時も忘れたことなんかなかった。戻ろう。こんなうち戻ってくるんじゃなかった。待ってくれ。私たちは廊下を大きな音を立てて走り去り、暖房に玄関の戸を開けた。背中で泣いている父の声を聞いた。私は泣いた。涙が後から後から湧いてきてどうしようもなかった。泣いてるの？戻ろうよ。私はろれつの回らない声で彼女を説得する。彼女は微笑んだ。戻ろう。もう一度。ゆか、聞いてる？もう一度やり直す。私の声聞こえてる？私はその偽の父の胸の中で泣いたのよ、ゆか。泣いてるよ。私はそんな風に父の胸の中で泣いたことなんかなかった。私は感動していた。久美子さんが私たちに寄り添い、静かにすすり泣いた。私たちは和解した。ちゃんと食べろ。これしかないけどさ、もうちょっと経ったら一品一品どんどんおかず増えててさ、楽しい食卓になっていくよ。うん。この前な、父さんな、競輪で当たっちゃってさ。すっごい父さん、さすがだね。最近すごいんだよ。競馬だろ、パチンコだろ、全部当たっちゃうんだよ。なんかこう神が降りてきたみたいな感じがしてさ。ついてるね、父さん。それでだ、
その金をもとにもう一度お前たちとやり直そうと思ってさ。お前たち苦労はかけないからな。うんうん。母さん、天国から俺たち3人のこと見守っててくれ。なんかまた締めっぽくなっちゃったな。よし、食べちゃおうな。デザートもあるぞな。やっぱちょっと甘いよ味噌汁。時間です。あ、そうか。これせめて全部食べちゃうまで。時間です。ああ、そうだな。うん、そうだ。ああ、早いな。早いな。もう時間か。もうちょっとだけ一緒にいようよ、お父さん。そうだよな。せっかく帰ってきたんだもんな。もう二度と話さないから。お父さん、どこにも行くな。どこにも行かないで。調子に乗ってんじゃねえぞ、ほら。ルール守れよ、頼むから。いい年こいてルールも守れねえのか、お前はよ。俺もいい年しててめえ何やってんだよ。みつこ、帰るよ。立てよ。ほら、自分の足で立てよ。お前さ、そんなんだったら一生ここいろ。ゆか、私たちのこともう分かってるよね。私のしてる仕事、レンタル家族っていう仕事知ってるよね。知らなかった。楽しかったよ。もうじき久美子さんのお誕生日、コインロッカーで生まれた彼女の25歳の記念日を私たちはどこのファミリーで祝おうか考えています。俺は探っていた。俺は待っていた。東京の歩道橋の上、彼女が来るのを。上野駅54、久美子。絶対にここを取る。久美子さんですよね。すいません、ぜひお話を伺いたいと思いまして。普通の女の子だ。我々の会社にご用でしたら、こちらのカードに書かれた番号におかけ直しください。何を言ってるんだ。このように直接お会いしてご説明するシステムはございませんので。絶対逃がさない。絶対にたどり着いてやる。待ち合わせの時間はとっくに過ぎている。この中に奴らはいるのか。誰だ。あいつか。こいつなのか。違う。
落ち着け。まだ来てない。まだ来てないんだ。島原さんですか？ああ。あなたは何が知りたいですか？何が知りたい？俺は真実が知りたいんだよ。落ち着け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 。あなたはあなたの関係者ですか？鉄道さん。なんだって？あなたはあなたに関係していますか？ああ。だからこそこうやって俺はここに来てるんだよ。私はあなたのことをよく知っていますよ。それはよかったな。俺はこう見えても記者だったんだ。ここは自殺クラブのアジトか？自殺クラブ？自殺クラブなんて存在しません。カルト集団や集団ヒステリー、果てはメシア説や地球の破滅といったカルトまがいの説まで、今世間では自殺クラブ実食だ。メディアも自殺クラブの話題であふれてる。お前らそれでも白切るつもりか？しかしです、世間というなら人々はあの新宿駅の事件のことを忘れてしまったようにも見えます。あそこには確か54人の無残な遺体が散らばった。だが人は本当によく忘れる生き物です。どんなことでも人を忘れていく。自殺クラブなんて存在しません。落ち着け。あなた方の無関心と好奇心が自殺クラブを生んだのです。落ち着け。強いて言えばですね、飲まれるな。自殺サークルと言うべきなのでしょう。それはなんです。とりあえずかつてコインロッカーで生まれた天照大神がいたと思ってください。現代の天岩戸はひび割れた裂け目は東京の上野駅のコインロッカーナンバー54から始まったのです。上野駅コインロッカー。彼女は経営されているのがコーポレーション IC というレンタル家族の会社です。客のお呼びがかかると出張してそこの家族になり一日を過ごす仕事です。それが皆様の要望で年々家族として1年ややもすると10年も20年も一緒に過ごすような大きな仕事も請け負うようになりました。表向きはヘルス器具の販売会社だったり、何をこいつは言ってるんだ。車のレンタルリース会社だったりする子会社を含めていくつかの企業も育っています。そういうことでよろしいでしょうか。自殺クラブは自殺クラブ？自殺クラブは久美子のルサンチマンなんだな。要するに自分のバックボーンが欲しかった久美子は普通の女の子として生きたかった。普通の女の子がだ。コインロッカーに生まれてレンタル家族の中で娘を演じることでその願望を満たしてきた。だけどそれには飽き足らず彼女は復讐することを思いついた。全ての子供を久美子にしたかったんだ。それで秘密など我々にはありません。なんだと？お尋ねのことは全て話しました。今やあなた以外の人は皆役割に目覚めつつあります。鉄道さん、分かってますか？落ち着け。落ち着け。
け、落ち着け。あなたは確かに一生懸命私たちをリサーチした。よく知っています。分かっています。それで何が分かりましたか？あなたはあなたの役割を記者にしてきました。だけどもう怖がることはありません。確かに俺は探していた俺の娘たちを。あなたはもう解放されたのです。自分の役割に目覚める時が来たのです。あなたは誰ですか？あなたは先ほど自分自身に関係していると言いましたね。だがどうでしょう。あなたはとてもビクビクしていて、記者を演じているとは言えません。父を演じているとも言えません。現実の社会はあまりにも過酷で、父や母や子供や妻や夫を演じるには人々は疲れ果てて、表裏が複雑でしっくりといきません。ここでは全てが嘘で、表も裏もありません。むしろ全面的に虚構を突き進むこと、それで初めて自分と出会えるのです。砂漠を感じるのです。孤独を感じるのです。実感するのです。確固たる砂漠で生き抜くこと、それが役割です。その夜、俺は夢を見た。不思議な夢。砂漠だ。一面どこもかしこも砂漠。奴の言っていた砂漠だろうか。いつの間にか俺は奴らのアジトに潜入していた。ここはどこだ？どこなんだ？ここが奴らのアジトか。ノリコとユカは生きている。絶対にこのどこかにいる。死んでいない。自殺していない。生きている。すぐそばにいる。それを感じる。確かにノリコの気配を感じた。ユカの気配を感じた。私と自分を呼んでいたノリコの気配。毎朝自宅の牛乳箱の傍らに置かれるビビ新聞を手に台所に走ってくる5歳のユカの気配。やはり生きている。かつて2001年の暮れにノリコが停電中の故郷を捨てこのアジトに向かった理由は何か。鉄道よ、お前と豊川の関係をストレートに述べよ。お前とお前の家族との関係は、お前とお前の関係を述べよ。50字以内で述べよ。ユカ！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 ノリコ！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 ユカ！あの男の声がする。俺はいつの間にか砂漠に戻っていた。俺はもう後戻りはできない。二人に会うまでは。目を覚ました。もしもし。手塚、俺だ。もうじきそっちに着く。久しぶりだな。今何追ってるんだ、鉄。後で説明するよ。早く来い。はは、楽しみにしてるよ。じゃあ後で。うん。
ゆかに会ったら何て言おうかと思う。ゆかがどういう気持ちでこれを綴ったのか考えると、当時はいても立ってもいられなかった。ゆかはこれを書いた翌日に失踪した。ただのシミュレーションではない。この文章には不甲斐ない父に対する怒りがにじんでいるのだ。ゆかが家出した翌朝、すぐさま編集長を辞めた。そんなことはなかった。典子が失踪した時と同様、何事もなかったようにその日のスケジュールをこなした。テスさん、ここなんですけど、これはこのままでいいですかね。大丈夫じゃない。我が町の歴史コーナーを新設なされたということなんですが、そのいきさつは。東海ビビ新聞の翌日の一面には、市立図書館に新設された豊川獅子コーナーについての記事が載った。実際に退社したのは2ヶ月も先だった。原因は妻の自殺だ。ちょっと写真よろしいですか。ゆかが知ったらショックだろうと思った。ゆかがシミュレーションしたほど俺は父ではなかった。父としての自分より編集長としての自分を選んだのだ。俺は何も起こらない平和な町のシンボルとして、このささやかな新聞を守ることを誇りに思っていた。豊川市には青い空があって、農園や海、港、山やあぜ道があって、余分なものは何もない町だった。俺はそこで青い空をスケッチする画家のように牧歌的な記事を書いた。行くよ。その中に自分の家があって、妻がいて、典子とゆかがいる。彼女たちもビビ新聞の中に暮らす平和な豊川の住人だった。はい、チーズ。よし、でね、みんなでもう一回指さして。こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、はい。子供の時みたいにトロトロトロ。ほら、写真。覚えてるだろ。典子、ほら、早く入んな。よし、はい、その辺立って。指さそうか。はい、指さして。はい、行くよ、こっち向いて。はい、チーズ。うまく描けてるね。2人とも来てごらん。ほら、お母さん描いてるから。典子、ゆか、ほら、おいでおいで。ほら、おいで、ほら、見てごらん。ねえ、幸せそうだな。シャボテン公園で撮った家族写真を妻が一枚の絵にした時も、写真に写った娘たちの表情など気にも留めなかった。ゆかの目も。結局彼が理解できたのは、典子とゆかを何一つ理解していなかったということだけだった。ゆかのこの文章を発見した時、泣いた。書斎の壁の至る所に娘たちの資料を貼り、一日中それらと格闘していた。1ヶ月が経った。妻は死んだ。
疲れ果てて一体これらのノートを何度読み返しただろう。ゆかは見事なくらいに俺の心を見透かしていた。ゆかは俺をシミュレートできたのに、自分には娘の行動がシミュレートできなかった。そして妻の気持ちも。ここも頼むね。これさっきのこれだ。あなたごめんなさい。お前私のせいです。え？私のせいでこんなことに。何言ってんだよ。私がしっかりしてればあの子たちは。何言ってんだよ。お前のせいじゃないって。おいごめんなさい。妙子、ほら体上げなって。妙子、違うから大丈夫だから妙子。妙子、おい、どうしたんだこんな時間に。妙子、おい妙子、おい。血生臭い現実から目をそらし、強引に平和の額縁で飾った絵から二人の娘はいつの間にかいなくなっていた。妙子、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 分かった分かった分かったから分かった分かった妙子。大丈夫だ。大丈夫。窓の外に赤い風船はどこにもない。あの風船がのりことゆかに合わせてくれるというなら、どんな手を使っても捕まえてみせる。はい。久しぶりだな。あ、久しぶり。とにかく入ってくれ。おいおい、ずいぶん急いでんじゃないかよ。あ、まあ座ってくれ。お前自殺クラブって聞いたことあるか？あ？俺はすぐさま話題を切り出した。時間がないのだ。まず最初の1分、30秒でここ30年の人生を解説し終える。残りの30秒で家も職も放り投げて東京に滞在してるわけを語った。2分目、室内に散らばるメモや資料をかき集め彼に手渡し、もしものことがあったらこれを読み、しかるべき処置をしてほしいと伝えた。言ってることがよくわかんないね。とにかく事態は急転直下だ。もしかすると今日を境にとんでもないところに足を突っ込んでしまうかもしれない。今まで俺がこうやって調べてきたものを預けられるのはお前しかいないんだよ。待てよ。で俺は何をすればいいんだ？
お前が行方不明になったとする。その後俺は何をするんだ。ひょっとすると、いやお前の確信なら信用に値するんだろうが、その自殺クラブが確実に存在したとして一体何に手をつければいいんだよ。ああ、野暮なこと言うなよ。これお前だったら絶対興味のある内容だってな。俺は今からここを出る。お前はここで女を待てばいい。もうすぐノックの音がするさ。女の名前は久美子だ。その女に家族を依頼してくれ。設定はこれで頼む。これが長女の典子、これが次女の由香だ。この2人はお前の家族として発注してやる。2人とも邦子にバレないように本名では設定してない。久美子は妙子という妻の役だ。典子は光子、由香は陽子。これは2人のお気に入りの名前だ。とにかく俺はここ出る。詳しくは後でだ。あとは頼む。はい。ご依頼の方ですか？そうです。どうもありがとうございます。どうぞ中へ。失礼します。どうぞ。では早速本題から話していただきます。父役でよろしいですね。はい。奥様と2人の娘さんをご要望ですね。ええ。ではアルバムをご用意いたしましたので、こちらからお好きな人材をお選びください。ああ、この子がいいな。こちらを長女で光子、次女陽子という名前で、それと妻は光子さんは今役割がないから特に芝居する必要がないのよ。あなたも早くそうなれるといいわね。恥ずかしくなった。かつて姉であった関係なんかどうでもいいことのはずなのに、まだまだ修行が足りないと思った。そうよ、今あなたが思った通り。はい。あなたは陽子、彼女は光子。典子でも由香でもない、姉妹でもない。忘れなさい。ここの住所を覚えてね。それから周りに何があるのかも。コンビニ、銀行、郵便局、それからタバコの自動販売機の位置なんかも調べておいてね。客はもうここで20年暮らしているという設定にしたいそうだから、私たちもここで20年暮らしているという芝居をしなくてはいけません。客は父役です。私たちに望まれているのはその家族です。
私が妻を演じます。あなたたちは娘を演じます。美津子、あなたが姉。陽子、あなたは妹。この人があなたたちの父であるということをイマジネーションしておいてください。私から写真を渡され、二人はじっとそれを見つめまぶたを閉じ、一生懸命心に念じた。そうすることで父の顔が血肉化する。私は客の顔を見つめた。妻になりきるためではない。ここ最近周辺をうろついているある人物でないことをもう一度確認するためだ。駅前で声をかけてきたあの男、鉄三のこと。二人を娘役に選んでくる客ならば当然あの男だろうと思った。裏に島原鉄三がいる。美津子さん。はい。美津子さんがさ、家出した死のコートってまだ持ってる？うん。それって今持ってる？持ってるよ。ねえ、見せてよ。いいよ。うわー、懐かしい。ねえ、着てみてくれない？いいよ。これでのりこさんの真似してみて。ねえ、お願い。今日それ着て行ってくれないかな、美津子さん。かつて姉と妹だったあの二人。今日の客をいつもの客だと思わないで。気をつけて見張っててね。あの二人はまだ早すぎる。危うい。以前の関係性を求めて私たちに近づいてくる人間。そんな輩はいっぱいいる。名刺。5年前、母親と名乗る女と会った。女は私に以前の関係性を修復したいと哀願してきた。へえ、偉くなったんだ。何このフラワーコーディネーターって。吉田さゆりさん。手紙読んでいただけましたか？読んだよ。読んだよ。母さん。母さんと呼んでみた。嬉しい。母さん。もう一度ゆっくりと。母さん。美津子。知らない名前だ。母さん、誰だけあんたのことを待ってたと思う？ごめんね、美津子。美津子って誰？母さんのバカ。いつも母さんのことを思ってた。ありがとう、美津子。父さん、私の父さんはあれからちゃんとして今は一緒に。で、あんた芝居下手ね。私が帰りにやってあげよっか。どういうことですか？あんたの代わりに私が母親演じてあげようか。あんたの代わりに。いい？よく聞いてよ。あんたの代わりに私が母親演じてあげてもいいよって言ってんだよ、このボケ。
私の母親はコインロッカー。私の母親はコインロッカーだと言ってやった。女は号泣し、テーブルに倒れ込んだ。叫んでいた。どうでもいいことだった。つらい。たとえ彼女がもしも本当の母親だとしても、私の前で母親役を演じきれなかったただの素人に過ぎなかった。表情もっと作ってみな。素人の俳優に母親役なんか任せきれない。私の方が完璧に演じきれる。安易だな。呆然とする女の前で、いっそのことこの女の母親役でも演じてみせようかとさえ思った。やり直したいんです。やり直したいんです。島原哲三もそういうのか。うちで修行しろ。はい、何でもします。おい。この人うちで母親の芝居修行するって。さゆりさん。はい、します。何でもします。連れてって。ちょっと待って。てめえの男も連れてこい。そいつもれっきとした父親にしてやるよ。今来ています。どこだ？美津子。あいつも連れてけ。美津子。多分この女の子供の名前だろう。美津子。美津子。美津子。数年後、その名前の女の子が私の元へ来た。いい？あなたたちが試される日が来た。今夜うまくやればあなたもあなたになる。はい、美津子。今夜あなたたちは姉妹の芝居をするも姉妹じゃない。お芝居よ。今夜の父親も父親の芝居をする。けど惑わされちゃダメ。試される。分かった？俺は家中の明かりを全部つけて待っていた。家の外で車が止まる音がした。全ては賭けだった。来たぞ。俺は何をしたいのか。父としての威厳、プライド、そんなもんじゃない。今からお前たち全員に見せてやる。見せつけてやる。これがパーティーだ。これこそがホームパーティーだ。ポケットの中にある妻のナイフを握りしめた。人生の全てが悔しかった。悔しいと実感できる今がなぜか愛おしかった。どうだった北海道は。どうだった北海道は。ただいま。俺は探した実家とそっくりな物件を。これなんかご実家の物件によく似てると思うんですけど。あ、そうですね。
これ今から見れますか？あ、大丈夫ですよ。あ、じゃあお願いします。こちらですね。あ、似てますね。こちらですとお客様の条件に合う物件だと思うんですけども。ああ、中見せてもらっていいですか？よろしいですよ。大丈夫？はい。そのクローゼットね、この和室に入れて。はい。そこに全てのものを持ち込んだ。クローゼット、机、あ、そこね。はい。のりこの持ち物、ゆかの持ち物、はい。はい。ありがとう。全てだ。全て。ただいま。もうほんと疲れちゃったわ。おかえり。ただいま。ただいま。もうお父さん疲れちゃったよ。上がれ上がれ。はーい。さあ運ぶぞ。はーい。のりことゆかが大きな旅行カバンを重そうに下げている。娘たちを見るのは2年ぶりだった。胸がときめいた。抑えていた感情が押し寄せてきた。みつこ、ようこ、どうしたの？どうだった？池田は出任せに行った。基本的には客が話題を切り出すことになっていた。私が口火を切った。私に追随するかのようにみつこが笑いながら池田に近寄ってきて抱きしめる。寂しかった？おお、寂しかったよ。寂しかったよ。ねえお姉ちゃん。やっぱお父さんがいないとすっごく寂しいよね。ベタな芝居だ。彼らを雇うほどに孤独な人間とはこれほどまでに過剰な演技を求めるのか。しかし今その孤独な人間はクローゼットの中にいた。すき焼きを用意したんだ。ありがとうお父さん。しまった母さん。何？しまった。母さんちょっと。何かしら。すき焼きだって。どうしたのお父さん。妙子、ごめん。肉買い忘れた。どうかしてるな俺。しょうがないわよ。お父さん最近疲れてるんだから。いいわ、私が買ってくるから。帰ったばかりなのに悪いな。全然。じゃあ急いで行ってくるわね。あ、タバコも買ってきてくれ。チェリー3つ。はーい。できるだけ買い物の時間を延ばさなくてはいけない。チェリーはここから最も遠いコンビニしか置いていない。久美子が出ていく。ドアが閉まる音がした。春菊、白滝で豆腐だ？いた。池田が台所から食卓に戻った。で、玉ねぎか。4つだけだっけ？なんかお肉、豆腐、春菊。部屋にカバン置いといて。はい。はい。早く。
姉ちゃん。ほんと今日は疲れたね。そうだね。どうだ、昔のままだろ。早く下おいで。ほら。はい。さあいよいよだ。時間は少ない。うまく事を運ばねばならない。娘たちが微笑んでいる。それはこれ以上ないと思われる愛くるしい表情だった。過去を捏造し、コインロッカーのよく冷えた奥にそれをしまい込んできた鉄の箱。現実は段ボール箱みたいに柔らかい。雨水で溶ける箱だ。輪郭線。人には輪郭線というものがある。久美子さんですよね。くっきりとあいつを父で縁取ってあげたい。この前、私の前で結界ダムさんが刺されて死んだ。結界ダムさん電話。あ、もしもし。あいつもお世話になってます。何？私殺したいんだって。殺されちゃうの？多分。あっち行ってて。はい。明るくて気分のいい結界ダムさん。彼女の最後の講義が始まった。私の学校では心理劇の時間があったの。ある日、いじめっ子といじめられっ子が役割を交換して、いじめっ子はいじめられることでその時初めて人の痛みを経験し号泣したの。号泣って何ですか？すっごい泣いたの。あ、すいません。あ、座って座って。で、おそらくそこでいじめられることを学んだ子供は二度といじめをしないのよ。ハイジさん、でもね、ハイジさん、いじめられっ子の役割は誰かが担わなければいけないの。つまりシャンパンとグラス、花と花瓶、誰もがシャンパンであり花であろうとする、そんな関係ばっかりがはびこっている世界で、誰かがグラスであり花瓶であり、そんな役割を引き受けなくてはいけないの。主人と奴隷の関係かもしれない。ものすごく冷たい資本主義の潤滑油に過ぎなくても。資本主義って何？それ後で話すから。みんなが幸せであるために役割を担うこと。恋人同士が、夫婦が、親と子が役割を交換し合い、それぞれ学んだ後に最もしっくりいく役を自然に手に入れること。まあ、ジャングルの中の弱肉強食と一緒ね。かわいい。ライオンばっかりじゃなくてウサギも必要なの。ライオンとウサギは役割を交換することはないけど、人間ってそうやって学ばないと理解できないのね。でも誰かがライオンを引き受け、誰かが食われなきゃいけない。それがサークルの輪だと思う。サークルの輪だと思う。まあ矛盾だってあるけどね。でも円周率だって 3.14 の後に無限の小数が並んで少しも完結しないように、現実の輪も完璧にはいかない。もっと太い鉛筆を使ってコンパスで円を描けばいいの。太い輪郭線で描けば、太い輪郭線で輪は完璧に見えるわ。鉄三、あなたにも太い輪郭線を与えてあげる。そしてあなたはライオンになればいい。私がウサギになってあげるよ。私は太い輪郭線なんかいらない。私の鉄の箱は腐りかけてる。結界ダムさんみたいにもっと上のステージへ行く。誰もが引き受けたがらない役へと。ウサギ、自殺者、殺人者、悪、グラスから溢れる水。幸せを得たい人間たちのあの図太い輪郭にはうんざりしている。誰もウサギにはなりたがらないくせにウサギを食べたがる。そんなジャングルなんてない。
私たちは一生懸命このサークルを拡大してきた。結界ダムさんも廃人5号さんも六六首さんも深夜さんももういない。ある者は自殺し、ある者は殺された。結界ダムさんは妻を呪っている客の待つホテルへ私と向かった。午前2時29分。廊下は真っ赤な絨毯。ちゃんとかけるから。今日のお客さんなんて曲リクエストしたか分かる？スマップの曲。じゃあ何よ。ヒント。血がドバッとここから出る。なんだろう。ここ血が染みても全然分かんないね。分かった。ワインレッドの心。SBS ラジオよ。しっかり30秒後ちゃんとつけてね。任せといて。どうしてあの時一緒にいてくれなかったんだよ。ごめんなさい。あなたごめんなさい。真っ赤な太陽。許して。お前はあの男が好きなのか。どうしてあの男のところに行っちゃったよ。青春のなんていうかな、美しいメロディーですよね。では次のリクエストで、結界ダムさんですかからのリクエストで、バラが咲いた。どうぞ。あんたが好きだった曲でしょ。一緒に歌って。うるさい。バラが咲いた真っ赤なバラが寂しかった僕の庭にバラが咲いた。一つ咲いたバラ、小さなバラで寂しかった僕の庭が明るくなった。バラよバラよ小さなバラ、いつまでもそこに咲いてておく。咲いたバラが咲いた真っ赤なバラで寂しかった僕の庭が明るくなった。これありがとう。毎度あの満足げな顔、幸せそうな殺人鬼、輪郭線の太い太い幸福な青面。結界ダムさんはあなた許してと何度も謝罪しながら死んでいった。私が悪かった。そうだ、分かったか、この甘め。男は包丁を何度も突き立てた。結界ダムさんは幸せそうに役割を演じて死んでいった。結界ダムさんって本当に死んじゃったの？死んだよ。やったー、よかった。次だね。頑張る。いつまでもここで咲いてておくれ。バラが咲いたバラが咲いた真っ赤なバラが寂しかった僕の庭にバラが咲いた。たった一つ咲いたバラ、小さなバラで寂しかった僕の庭が明るくなった。バラよバラよ小さなバラ。プラットホームに立った廃人5号さん、六六首さん、深夜さん、一斉の瀬と飛んでいった。私はそこに光子ちゃんも立たせた。目撃者にした。
彼女がいつかこんな風にステージの高い役割を進んで受け入れられることを願って、あの子はまだ幸せを求めている。東京に家出してきたのはそのせい。でもきっと彼女なら超えられる。私の目に狂いはない。いつの間にか僕の庭は前のように寂しくなった。私は買い物を済ませると幸せな妻として家路に着いた。寂しかった。何？どうしたのお父さん。あれ、なんかお父さんおかしいね。そうやって全てのセリフの語尾にお父さんをつけて今まで多くの父の心をくすぐってきたのか。今日は君たちに紹介したい人がいるんだ。誰？やった楽しみだ。出てきてくれ、鉄。鉄！早く出てこいよ！こんにちは。君たちにずっと会いたがっててな。座ってくださいよ。ああ、肉はもう待ってらんないな。なあ、鉄道。どうした鉄？早く名乗れよ。それとも俺が紹介するのか。おい鉄道、なんとかしろ。父親だろう。どうしたんですか？どうしたんだろうね、このおじさんは。おじさん、ロコちゃんがこんなに怯えてるでしょ。おじさん。おじさん、陽子の名前も覚えてないの？ちなみにちなみにおじさん、私の名前教えておくね。みつこよ、みつこ。おじさん、私の名前覚えた？みつこよ、みつこ。一からやり直そう。のりこ、ゆか、お父さんだよ。お父さん。鉄、俺はもう帰るぞ。のりこちゃん、ゆかちゃん、お父さんと話し合え。
撤収よ。まだ1時間も経ってないだろ。あんた誰よ。あんたは私のお父さんじゃないの。ねえ、こいつ連れて帰ってくんない？ゆかちゃん、さあ早く彼をお父さんと呼ぶんだ。時間がないんだよ。ただいま。帰ってきたわよ。あなたどうしたの？やめなさい。痛い。やめて、あなた。痛いの。ちゃちゃを入れるな。どうしたのお父さん。臭い芝居するな。何？臭い芝居するな。俺は客だろう。ニーズに応えろ。客って誰のこと？混乱した。聞いてるか？役になりきると久美子であることを忘れてしまうのだ。お父さん。違う違う。俺は池田だ。俺には妻も子もいない。お前を連れて行く。ほらほらお父さん。ほら。みつこよ。みつこよ。誰だ？みつこよ。誰か。みつこよ。何これ。何これ。私の心は2002年のプラットフォームに戻っていた。私はそこに立っていた。私はコートの袖口に垂れてた糸くずをちぎった。新宿駅には54人の女の子が並んでいた。
じさん、窓を開けよう。外の空気が足りないんだ。私はおじさんの横を通り抜けてベランダの前に立った。窓を開けた。白いカーテンが風にそよいだ。雪が降っている。口の中が水滴でいっぱいになった。よだれかもしれない。でもずいぶん冷たいよだれだ。息が詰まりそうになったので口を開けた。よだれがポタポタと床に落ちた。窓ガラスには遠い世界のように食卓が映っていた。おじさんが殴られている。サークルの人だ。おじさんの顔と胸を殴り蹴っている。寂しかった僕の庭が明るくなった私はもう一度しゃがんで自分のよだれを指でなぞった。水が漏れちゃった。おしっこもしたい。そのうち家の中も全部白くなった。砂が噴出してきたみたい。床がザラザラしていると思う。砂漠じゃなくってもっと名前のない町に立って、私は名前のない女の子になってみかんちゃんと話していた。みかん、みかん、みかん。丸いオレンジ色のみかんちゃんが雪の中に立っていた。こんばんは。どうしてるのりっぺ？男問題、男問題。そうだ、小学校の時通学路をみかんちゃんと歩いたっけ？この制服どこだかわかる？のりっぺわかんない？今ここに通ってんの。だからここ私の通学路。窓の外は夜で雪が降っていてみかんちゃんが立っている。今でもみかんは大好きだい。みかんです。ゆかが泣いている。大丈夫だ。最後何が出るかいるから助けて。最後来てくれるから。みつこ、ようこ。お母さん。ただいま。お肉買ってきたわよ。どうしたの？あ、お腹空いちゃったんでしょう。さあ、立って食事にしましょう。はい。ようこ、悪いんだけどお台所行ってコンロ持ってきてくれる？はい。今日は寒いわね。おかえりなさい。ただいま。あ、みつこ、窓閉めてくれる？あ、はい。その後お鍋も持ってきてくれるかしら？あ、はい。買い物に行っただけで手がかじかんじゃったわ。あれ？どうしたの？お母さん、コンロつかないよ。お父さん、ボンベどこだったかしら？探してくれる？今持ってくるわね。はい、到着。お姉ちゃんまだ置いちゃダメだよ。どうして？ガスがないの。
あガス。じゃあここに置いとこっか。早く食べたいね。本当だね。ガス買い置きあったかな。ねえあなた、今日私たちと心中しようとしたんでしょ。あなたを見てすぐに分かったわ。あなた、殺して。お母さん、この人誰？何言ってるの？お父さんでしょ。のりこちゃん、お父さんが今ボンベを探してくれてるのよ。のりこ？早く私を殺して。のりこちゃんとゆかちゃんを連れて逃げなさい。さあ早く楽にして。お母さん違う、私のりこじゃない、みつこよ。のりこちゃん、なんて顔をしているの。違う違う、女の子でしょ。違う違う、のりこじゃなくてみつこ。私はみつこ。そんな顔しちゃダメ、女の子が。違うよ。ねえお父さん、みつこだよ。お母さん。みんな楽になりたいだけ。みんな楽になりたいだけだろ。ならもういい。どいつもこいつもみんな楽になりたいだけだろ。みんな楽になりたいだけだろ。時間なんですけど。撤収するんですか？しないんですか？どうします？お客さん。今日は疲れたな。ね、お客さん。お客さん。時間延長します。私としては言ってもいいですか？みつこさんも言っていいですか？みんなライオンに見えるの。みんなライオンに見えるの。ウサギに戻ろうよ。
みんな先に戻ろうよ。みんなで延長しよう。なんかやっぱりうちのご飯が一番だね。野菜もちゃんと食べなさいよ。はーい。お母さんお肉も入れた。はい。やったもう自分で入れなよ。お姉ちゃんも入れてもらえばいいじゃん。はい、野菜も入れといたからね。お父さんもお肉入れてもらいなよ。お父さん大丈夫。そうなんだ。美味しいよ。お茶は？おかわりちょうだい。はい。ゆかはお茶。お願い。はい。お父さん前ごめんね。あ、ほら危ない危ない。自殺クラブなんて存在しません。あったまるね。そうだな。お父さんお茶入れてね。まだまだ食べれるでしょ。顔がほてってきちゃうの。この世界の方がずっと自殺クラブですよ。私たちのサークルよりも自殺者が多いわけですから。人は死に目が行きがちです。でも自殺は私たちのごく一部です。自殺クラブの人間が全員自殺するわけじゃないのか。あの時私は愚かな質問をしたものだ。自殺の役割を担った者以外誰も自殺したりしません。いいですか。ジャングルの世界でライオンがシマウマを食うのを目撃したからといって共食いクラブなどと言いますか。ライオンはシマウマを食い、シマウマは草を食う。サークルはですよ。ね。野菜も食べてる？食べてるよ。おかわりもしちゃってるね。でもその割には春菊減ってないよ。お姉ちゃんお肉ばっかり食べ過ぎだよ。そっか。ごめんごめん。はい。はい。父さんはな。父さんは全てをやり直したいんだ。お父さん何を言っているんですか突然。お前は黙ってろ。妙子。妙子。もう一度やり直そう。ここから。でもお父さん分かっているんですか。私たちみんなお父さんの身勝手さには弟うんざりしていたんですよ。お父さんは自分勝手すぎたのよ。典子が私に向かってこんな言葉を吐くのはお母さん私。豊川ではありえなかった。多分あの頃なら彼女を殴っていただろう。本当にごめん。
悪かった。みんなこの家で生まれ変わろう。俺たちは一回ここで死んでさ、ここで蘇るんだよな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさま。美味しかったね。ああ、お腹いっぱい。全部食べちゃったね。3時間が経った。私にとって延長時間はそろそろ終わりだった。ハッピーだった。ありがとう。箸を置いてハッピーと叫びたかった。大丈夫？お父さんがいて、お姉ちゃんがいて、お母さんの代わりを久美子さんが演じてくれた。大丈夫大丈夫。よっしゃ。よし。よし。10年前の豊川を思い出してみる。お姉ちゃんのカバンに下げられてた毛糸のぬいぐるみ。みんな全部走馬灯。だね。夕食の後はお姉ちゃんと一緒にお風呂に入った。久しぶりだった。昔の話をしてみた。かつてののりことゆかだった頃のたわいのない話。クラスの子に発見されたけど。覚えてる。父さん真っ赤になって逃げ出した。虚しかった。律子だかのりこだかわからない女が愉快そうに笑っている。ああ。父さん今日もお疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっと話してよ。お父さん、お母さん、おやすみなさい。みんなが寝静まる前にこの家が停電になればいいと思った。でも家は蛍光灯の下。どこもかしこも明るかった。そんなことするから今日のぼせちゃったんじゃん。明日早いよな。うん。早く寝なきゃ。そうだよ。じゃあおやすみ。おやすみなさい。私としてはお父さんにこういう場を設けてくれてありがとうって言いたい。私はやっとお姉ちゃんの意志が告げるってその夜思った。お姉ちゃんは家出する前いつも言っていた。こことは全然違うとこに行くの。ここから抜け出すのよって。私ってばいつもお笑いしてた。でも今日やっとわかった。誤解してた。お姉ちゃんの寝息を久しぶりに聞いた。ほんと久しぶり。うなるのがお姉ちゃんだった。やっぱりうなってた。嬉しかった。こう言ってやりたかった。寝てても芝居をしてね。ごめんね、お姉ちゃん。
姉ちゃんの寝顔を見届けるとそっと布団から出た。廊下に出て足音を立てずに歩いた。どうしても聞いておきたかった。襖の隙間から相変わらずの歯ぎしりと寝言。ありがとう、お父さん。玄関口で靴を履くとき、くしゃみが出そうになった。こらえた。ドアを開けて外へ出る。パーッと空気が広がった。6時だった。まだ外は暗かった。息を大きく吸った。深く深く息を吸い込んだ。歩き出す。町へと続く坂道を下る。今までと違うところへ行きたい。全然違うところへ。くしゃみが出た。初めて歩く人、初めて歩く人。私は陽子と絶交した。ゆかでもなかった。名付けようのない私が歩き始めていた。とっても大きな気持ちを小さな心のコップに注ぐと溢れ出してしまうの。それが涙なのよ、ゆか。さようなら、ゆか。さようなら、私の青春。さようなら、廃墟.com。さようなら、みつこ。私はのりこ。